皆さんこんにちは。坪田ラボご機嫌 TV にようこそ。心から歓迎します。この間ねトランペットを僕が始めて、トランペットのちょっと講義したら結構好評でたくさんの方が聞いていただいてありがとうございました。今日は第2弾ということで、トランペットやる工夫ということで、これねトランペット結構続けてるわけですよね今ね。でなんで音楽やるのかなとかね、そういう疑問もあったんですが、この前の、この YouTube で、右脳を開発するんだということでお伝えしました。でこれも前、紹介しましたけど、最近僕が感銘を受けた本で、超一流になるのは才能か努力かっていう、どっちだと思います？これ昔から言われてましたよね。だから才能っていうのは本当に超一流になるには必要で、例えばテニスのボルグとかもうすごいじゃないですか。やっぱりそういう能力がなくちゃいけない。だけどやっぱり努力もしないといけない。例えば大谷翔平、確かに才能もあったけど、でも彼のいろんな伝記とか、見てると本当に練習してますよね。だからやっぱり練習も必要なのか、すなわち努力も必要なのかっていう話になります。でこの中に書いてある結論としてはですね、才能も重要なんだけどそこに努力が必要で、ものによってはその才能に努力をする時期が、決まってきてしまう。例えば絶対音感ってあるじゃないですか。こう音を聞くと「はいこれはどうですね」とかすぐ分かる。でこれは今まではもう1万人に1人とか1,000人に1人とかもう絶対的に、才能だと思われてたんだけど、最近になってこの能力は全ての人は持ってるんだけど、ある時期にちゃんと、音を聞くなり練習しないとできない。この本の中に、40人ぐらいのね幼稚園から小学生ぐらいの人を日本人の先生が集めて、6ヶ月から2年ぐらいの教育するんですよ。こう音を聞かしたり和音を聞かしたり、そうするとね全員が絶対音感を得たっていう論文を書いてる話とかも出てる。でそうに考えると僕なんかもう69歳だから、じゃあ才能なんか残ってんの今使えるの、あります。だけど例えば経営とかはね、これはまだ論文とかないけど、経営みたいな非常に複雑なものについては努力によってさらに良くなっていくんじゃないかな、そういうふうに考えてます。それからトランペットをね、それは一流にはならないかもしれないけど、今からでもちゃんと練習すれば少しずつでも上手くなるんだろうと、こう自分で言い聞かせてね、音が出ない時はもうダメだと思うこともあるけどやってる。でトランペットの仕組みはこの間詳しくやったんでそれ聞いてほしいんですけども、あれただ息を吹き込んだだけでは音が出ないんですよ。で吹き出す呼吸によって唇を振動させて、そして、音を出すんですね。で今日ねここで本当はトランペット持ってくると思ったんだけど、ここ病院の中なのでちょっとジムに聞いたらすぐ下が病室だから「そう先生それでまたピーピーやって患者さんに影響あるからいけない」っていうことでちょっとトランペット使えないんですが、実はこれいつも持ち歩いてるカバンね、カバンの中に、今まではこういうこれ持ってた。これ何かっていうとマウスピースでこれをですね持っててタクシーの中とか、そういうところで やるんですね。でこれも皆さんもこういうもの見たことあると思いますが、これでただ吹いたって音しないんですよ。これしないでしょ、ね、これちゃんと唇、これアンブシャっていうんだけど、唇をちゃんとこう重ねて
ってやる。で今なんか結構安定して吹けてるわけですね。でそこでベロの位置を変えて少し、空気の、速度を速くするとっていうふうに高い音が出ます。でこういう練習をするんですね。で、ちょっとね皆さんに私が吹くからこれ何の音楽かちょっと当ててみてほしいんだけど。わかりました？これハッピーバースデーですよ。わかりました？嬉しい。こういうね練習をする。ただこれね重たいのよ結構。それからこれ1個これ3万円ぐらいするのでこれちょっと重たいんで実はやめてた。でこの間8月の初めにちょっと熱中症になって練習ができなくなって全然音も出なくなって焦ってこれやばいもうスランプ僕みたいな下手な人にスランプあるのかどうか分かんないけどそれでねちょっと工夫しまして、これカバンねでね面白いもの見つけた、こういうのおもちゃみたいでしょ。おもちゃみたいこれね160円10個で1600円でネットで売ってるんですよこういう。でこれをこう入れといていつでも時間がある時ねっていうふうにやるようになったら結構上手くなってきてで今トランペットの練習っていうのはね昔 COVID-19 の時ちょうど始めた時は1日30分ぐらいやってたんですがさすがにツボタラボもこういろんなことがあるようになって今は5分1日5分でも5分は絶対続けようと思ってたんだけど熱中症の時はできなくて音が出なくなったんですが今工夫してうちでの5分の他にこれで、車の中とかちょっと、空いてる時とか、ひどい時になると歩きながらこんなのやったりしてんだけどそうすると結構時間取れる。だから1日15分ぐらい取れるかもしれない。だからこれは工夫だなと思いました。で、なんで、またこだわってるかっていうのをこれちょっとスライドに示しましたけど左脳が計算とか論理とか客観的判断で、これから AI が入ってくると例えば経営情報だってみんな一緒だから同じ決断になっちゃうわけですよ CEO として。だけど右脳を鍛えていれば全然違った発想だから、ツボタラボ経営にトランペットが加わってたらやっぱ他のトランペットやってない経営者に比べたら全然違った発想になるわけじゃないですか。そういうことを狙ってやってます。だから左脳を使う普通の経営から右脳の方に行くっていうことでトランペットの力を使ってると。今日はねちょっとトランペットと言いながらトランペットじゃなかったけどでもこういうちょっとしたもので時間を作って続けていくって面白いなって自分自身でも思いました。超一流は才能か、または努力かっていう意味では、自分はトランペットは絶対才能はそんなないと思うけどでも努力はねやれる範囲ではやろうと思っててということで、160円ですからもし興味があったらこういうのもやってみてください。ということで今日は、ご清聴大変ありがとうございました。